いてたお皿を。ありあがとうございました。りがとうございます。同じアパートに住む、黒沢さんご家族です。いや、すごい。ちょっとここで一旦止まらせてもらいます。入り口から5番目のライトのところ、失礼します。よし。はい、終わり。毎朝ここから写真撮影をね、してるんですね。毎朝決まった位置で写真撮影をして、こう風景がやっぱりちょっとずつ変わってくんですね。それをね、観察しているというか、記録に残してるんです。朝の運動はもうセブ島にいる間だから、去年の12月に移住してきてから、はい、もう10月だから10ヶ月11ヶ月近く繰り返し毎朝は自然と。本当に不思議と、仕事がなくなると朝ゆっくり寝てられるはずが逆に普通に目が覚めてしまって、自分でもびっくりなんですけれども、すごい逆に規則正しい生活ができてますね。自然に6時ぐらいに目が覚めて、でお散歩に来て、で今こう止まってるんですが、私この位置で毎朝ここでストレッチをしてるんですね。体を動かしたりして、で来る途中の広い通りでも少し肩を回したりっていうことはするんですが、主にここでストレッチ体操をして、で時間にして30分弱ぐらいですね。でそれからまた家にゆっくりお散歩しながら戻ります。今私が住んでいるフィリピンセブ島のこのアパートですが、私と同じようにやはり日本から移住してきた方が、日本人の方がいらっしゃるんですが、その人はあまり周りとコミュニケーションがうまく取れない、で挨拶がしていないっていう話を聞いたことがありますね。なので私もと思いまして、で私は一回その方を誘って朝無理やりお散歩に一回行ったんですね。でお散歩に行ってる最中に私がいろんな人と挨拶をしているのを見て、なんて三井さんって友達が多いのって言われたんですね。いや、私はでもお散歩に行ってるから友達が多いわけじゃなくて、挨拶をしてるからなんですよってお話をしたんです、その方には。やっぱりだから自分から挨拶をしないと相手も挨拶をしてこないし、コミュニケーションがだからそこで全く取れなくなっちゃうわけなんですよね。でコミュニケーションが取れた方が、フィリピンはコミュニケーションですごいつながっている文化のある国ですので、すごい、情報伝達力が早いです。お願いします。大丈夫かな。でもポピュラーな野菜だから結構安価に安く手に入る野菜なので。一応フライパンとか持ってきてみたんですけど。ありがとうございます。お借りします。すみません。これはどうぞ。手伝ってくれるまた。Let's play together. ああ、それなんて言ってるなんてことない。光アイス。
誰に女子って書いてあったんだよ。名前でしょ。名前ね。初めてだったんですよ、日本人の方にお会いするのが。だからすっごく安心したっていうのが、あ、よかったです。通い慣れた病院もない学校もない知ってる人もいない土地でっていうところで本当に孤独になるんじゃないかっていう思いで。お待たせ。ほらちゃんとして背中見せてください。恥ずかしい。いただきます。いただきます。よし、開けようか。すごい。うんすごいだ。よいしょ、はい。うん。もうちょっとじゃあ近づけられる。はい、どうじゃあぞ。他手で。日本にいるだけで終わってほしくないな。世界をしっかり見て、いろいろな目線で、前向きにポジティブに生きてほしいなっていうのが一番の目的です。そうですね。下の子はだいぶ一緒に遊んだりお友達とする分にはこう仲良く、学校に行っても一緒にお友達と入っていったりとかってするようにはなったんですけど、でやっぱり性格の問題なのか上の子はなかなかまだ馴染めず、来た時よりはもうだいぶちょっと現地に馴染んできたかなっていう感じで、私も微笑ましく見ています。Hello. I'm Japanese. Japanese. Where are you from? Where are you from? I am Japanese. あ、日本人？留学してます。留学してんのよ。何年目？何年？どんだけの留学してる？ 3ヶ月間留学してます。ちゃんと勉強してる？ Yes. 私も海外に移住したい。まあいいや、言うのじゃいけん。私うつ病と適応障害になっちゃってでもうやめざるを得なくて引きこもってたんですよ、家に。でそれでずっとダークでもう生きてる感じしなくて、大好きな子供たちと離れないといけないし、外も出れないし、スーパーにも行けないし、もう人も怖いしみたいな時期があって、そうなんですよ。でなんか待って、やりたかったこと何やったっけと思って、海外行ってみたいと思ってできました。プライド捨てたらみんなと仲良くなれる。あ、そう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 。無駄なプライドなんかいらん。こっちプライドいらん。いらん本当にいらん。こっち黒く何もないんでね。もう本当に無駄、プライドなんか無駄。猫や羊こう被っててもそれいらないから。被る必要ない。ないありのまま。ありのまま。ありのままでいい。本当楽だから気が楽で。そういったのを生活はしちゃう。あとはこちらに久山大師だ。久山。やっぱり三井さんを見ててこう一緒に行動させてもらってると本当に笑顔で挨拶するっていうのがもう基本で、本当に明るく皆さんと接していらっしゃるんで、私たちもそれをしっかり見習っていかなきゃいけないなっていうのは思います。フィリピンはもう本当に顔を合わせれば笑顔を見せてくれるんですけど、やっぱり文化をしっかり知って学ぶことっていうのもやっぱり大事だなっていうふうに思いましたし、常に心がけていることは一つだけですね。常に挨拶をする。私は毎朝お散歩に同じコースをこう辿ってお散歩行ってるんですけれども、街を掃除している方たち、清掃クリーナーの方たちは
毎朝同じような場所を同じような仕事で掃除をしてくれてるわけなんですね。あとはセキュリティの方たち、セキュリティの方たちもそこの場所でセキュリティでいらっしゃいますし、でちょっとこう場所が変わっても同じ方がいらっしゃるので、だからそういった方たちには毎朝モーニングモーニングと声をかけて、それで、お散歩に行き出しているんですね。でそうすると私から声をかけていたはずが、私がふと気づかないと横から逆に彼らから声がモーニングモーニングさーって声がかかってきたり、そんな感じで私もあーっと思って気づくと、こちらもモーニングなんて言いながら、そんななってコミュニケーションをすごい図るようにしています。でコミュニケーションが取れると私の顔も相手が覚えてくれますし、そういった形でどんどんこうコミュニケーションの輪が広がっていくなっていうふうに後からそれは感じて分かりました。何でも自分でやってみようってやるところとか、ね、挨拶も三井さんが大きな声で元気にしているところを見てるので、もうでもそれ以上にやっぱりポジティブさが勝っているというか、フィリピンの方素でそのまま楽しく、生きていて人間らしいというか、とてもなんでそんなこと隠すのみたいな感じの雰囲気で、私もこちらに来て、何も隠さなくていいんだ、素のままの自分でいいんだっていうことはすごく知って楽にはなりました。Salamat. Salamat. Thank you. Thank you. Yes. Good morning. Mayo punta. Mayo Puntang. Yes. Now is Mayo Otto. Oh, that's good. Yeah. Okay. Oh, what? Bonus, bonus. Yes, yes, please. Thank you. Salamat. ありがとう。ありがとう。ありがとう。勝手にボーナスって言ってもらっちゃいましたね。で私は本当に今こそバスに乗ったりするのに足の調子がいいので、捕まり立ちをして自分の腕力で、登っていったりしますけども、一番初めの頃はあんなことはできなかったです。一番初めの頃はバスを止めるまでは同じなんですが、バスを止めた後は車椅子に私が乗ったままバスの中に運び込んでもらってたんです。でも1人2人じゃ当然助けられないので、最低でも4人必要なんですね。そうするとバスのチケットを売ってる方だとかバスの乗客で、当然私がバスを止めた時点で周りにいるフィリピン人が気づいて、こいつバス止めてるぞと大抵寄ってくるんです、4、5人はあっという間に。なので4人が必要どころか、いらないからどっか行ってぐらいで、ちょっと初め恥ずかしい時もありました。でもね、みんなは本当に一生懸命手伝ってくれるんです。譲られたら素直にもお席に座ってください。もう本当にもうサンキューって一言言えばいいだけですから。日本は遠慮するのも美徳なんでしょうけどね。実際、こちらに来て過ごしてみると、徐々にフィリピン人の方たちの優しさ、コミュニティ能力の高さ、それが日本にはない素晴らしさというのをどんどん感じました。だから日本から出て初めて、フィリピンと日本を比べるっていうことができたので、フィリピンの良さがどんどん分かりますし、逆に日本で、心の貧しさ、それがちょっと残念だなと思うことが増えてきましたね。自分をやっぱり、何かこう隠そうとしていたんですけども、それがだんだん打ち解けてきますね。本当にこうありのままの自分でだからいられる、隠し事は何もないですよっていう感じで、
確かに車椅子に乗ってる障害者ですけども、そんなことを私全然考えていなかった、感じていなかったので、相手が見れば確かに車椅子に乗っている外国人だと思うかもしれないけども、普通にもうおはようって挨拶をして、こんにちはって挨拶をしているだけですけども、だからそれはやっぱり一番大切なことの一つなのかなと思うので、それはしっかりと続けていきたいと思うし、それをするなと言われても私は続けていってしまうでしょうから。日本の、昭和っていう言い方をしたら失礼かもしれませんけれども、本当に日本の昭和がここにある感じで、本当にそのコミュニティのつながりは驚くべきコミュニティですね。知ってる人に出会いそうだな。